そんな難しいこと考えずに明るく元気よくハキハキと出ればいいだけです。森社長、会社で電話応対をちょっと注意されたんですけど、うまい電話応対の仕方って森社長だったらどういう風にされてるんでしょうか？僕はあんまりもうね、お客様の電話とか今しないですけど、何の電話対応かにもよると思うんですけど、例えば取引先の会社の人との電話とか、お客様からの問い合わせなんだとか、もしくははたまた営業電話なんだとか、とにかく場面によってちょっとずつやっぱり変わってくるとは思うんですけど、原則はやっぱりその電話の目的なんですかということだと思うんですね。例えば信頼関係の向上とか、受注をするとか、アポを取るとか、約束を取り付けるとか、それぞれやっぱり目的があると思うんで、その電話の目的を考えながら応対方法を決めればいいと思うんですけど、なんかよくあるのは、お客様から会社に電話がかかってきて、誰々部長いらっしゃいますか、という時に誰にかけてきたかは分かるんですけど、要件を聞き忘れてしまったりとか、相手の会社名を聞き忘れてしまったりとか、そんなつもりはないんですけど、対応が悪く聞こえてしまったりとか、電話って声だけだから結構難しいなと思うのがありますね。逆じゃないですかね。声だけだから難しくないと思うんですよね。僕大事にしてるのは結構そのノンバーバル、非言語コミュニケーションを大事にしていて、例えばメラビアンの法則っていうものがありますけど、受け取る情報を100だとすると、そのうちの 55% は態度、見た目とか表情であって、38% が声の大きさ、質、話し方、何を喋ったかって言葉が 7% ぐらいであると。言語の内容である言語情報が 7%、声のトーン、訳調、大きさ、話す速さなどの聴覚情報から 38%、相手のジェスチャーや視線、表情といった視覚情報から 55% の情報を受けてるんだと。電話の場合は態度がわからないんですよね。これの論理的に変えていくと、声のトーンとか口調、大きさ、話す速さの情報がほとんどなんです。っていうことは、基本的には簡単ですよ。元気よく明るくハキハキ出ればいいんです。簡単じゃないですかって。はい。アップル引っ越しセンターですって出てるのと、はい、アップル引っ越しセンターですって出るのと、どっちの方が感じいいですかみたいな。やる気ありますって思いません最初。だから、例えば電話を受けて、お世話になってます。何々株式会社何々と申しますって言ったら、はい、お世話になっております。とかって出るのか、はい、お世話になっております。ご用件は何でしょうか。超感じ悪いと思うじゃないですか。これだけですよ。そんな難しいこと考えずに、明るく元気よくハキハキと出ればいいだけです。大体みんな困るのは、何かって分からない時とか、困った時に、とか地声が出ちゃうんですよ。それをなくせばいいだけなんで、はい、はい、何々ですね。わかりました。ちょっと確認させていただいてもよろしいでしょうか。これいいじゃないですか。とにかく相手からどう思われるかを考えて電話出ればいいんで、どう思われるかを目的とするならば、明るくて元気がいい会社ですね。明るくて元気がいい人ですね。いつも電話出る元気な人いるじゃないですかと。これを狙ってやればいいだけです。それだけでもとってもプラスになりますよ。例えばじゃあお客様から電話かけてる時に、電話応対する時に気をつけてることがありましたか？うちで絶対って言ってるのが一つは、声のトーン、声の張りというか、ハキハキ喋りましょう。2番目は、どういう時でも脳から入るなと。いやー、それは、みたいな。まず、言ってること分かりましたね。分かりましたから入ると。脳から絶対に入るなよということですね。3つ目は、保留。要は、自分は10秒しか保留してなくても、保留された相手って体感で3倍違うってデータがあるんですよ。電話待たされてる時。そうです。なっげえなみたいな。だから、保留はなるべくしない。するとしても、1秒でも多く待たせてはいけないというふうにちゃんと認識をすると。4つ目は折り返しですね。よく折り返しますって言うんですけど、どのぐらい時間がかかるのか、いつまでに4ヶ月か明確に伝えましょうと。これ相手待ってるわけですよ。例えば、今席を立っておりまして、折り返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか。はいってなったら、席立ってるだけだからすぐ折り返してくると思ってるんですよ、こっちは。1分なのか3分なのかを5分なのか。でもこれも待ってる方長いんですよ。そう言われたのに10分かかってこないと、なんだよってもう一回かけちゃうわけですよ。顧客心理そうなんです。だったら最初から30分以内に折り返しますとか言った方がいいわけです。そしたら30分待ってくれる。何かこちらから問い合わせてお願いしますって言われたけど、5分後なのか1時間後なのかっていうの分からないから、結構待ってる側はやきもきします。一つ目はその声のトーンとか張りとかハキハキはロールプレイングと、最近だと CTI のシステムでスコアリングとか出るし、どのぐらいで出てるかっていうのが分かるので、これもひたすらもう訓練です。練習。癖になったらできますよ。僕も最近お客様で電話出ないですけど、もう最初創業したてなんか全部自分で出てましたから、電話取る瞬間にもワンオクターブ上がるわけですよ。もうこれ癖なんで。これは繰り返すです。別に。やるのとやらないんだったら雲泥の差が出るんで、これ受注率も雲泥の差が出ますし、取引先だったら相手の印象も雲泥の差が出ますし、逆を言ったらそれだけやっとけば受注率上がりますし、どうせだったら元気ない人よりいい人に頼みたいじゃないですか。さっき言った通り取引先もなんかいつも電話出る元気な方がいいよねって勝手に言われるわけですよ。それを恥ずかしいとか
どうせやってもとか言ってる人は仕事できない人ですし、それこそ考えたら、やった方がスーパー得なのに、やんない人の気持ちをマジわけわかんないです。とにかく声のトーンは、今いろんなツールがあるんで、自分の声のトーンの高さを測ったらいいし、そういうシステムとかで、どのぐらいのスコアリングなのかとかっていうのをやればいいと思います。でそういうのを目標値決めて、練習。ですね。二つ目、ノーと言わないっていうのは何を言いたいかっていうと、例えば会社だっても個人だっても無理なこと言われることありますよね。わかんないこと言われることありますよね。そういう時に大体みんなこうですよ。それはできるかどうかちょっと確認してみないとわからないので、この瞬間に相手からしたら、やりたくねえんだな、やる気ねえんだな、なんか顧客多いんじゃないな、嫌なんだなってわかるんですよ。したらもうなんか嫌になるわけですよ。その瞬間に、じゃあ確認しますと折り返しですって言ってる時に、裏側では他の会社に言ってみようってかけてる可能性なんですよ。やりたくなさそうだったから。だからうちからだと例えば、どこどこからどこどこの引っ越しは何月何日なんですけど、例えばその何月何日がものすごい忙しいってするじゃないですか。で、受けれそうだけど受けれなそう分かんないってするじゃないですか。ちょっとその日大変混雑しておりまして、お客様のご条件ですとできるかできないか確認しないと分かりません。ちょっと折り返してもよろしいでしょうかって言った瞬間に、もう他の会社かけてるんですよ。これはあえてこっちから受けれませんとか、受けたくないですとか、意思表示をしてみるんですね。同じ質問で来たとしたら、はい、何月何日ですね。大変混み合ってるんですけども、お客様のために何とかできますように、ちょっと調整したいと思うんです。すぐ折り返させていただきます。5分以内に折り返しますって言ってかけたら、すごいやってくれそうだから、やる気あるし、私のために何とかしてくれそうだから、5分待ってみようってなるんですね。これ、受注率変わります。なので、無茶な質問言われた時も、もしかしたら無茶な質問で絶対できないことかもしれないです。お客様はこれをしてほしいという要望ですねと。わかりました。ただしですね、こういう理由でできません。しかしながら、代わりにこういう方法どうでしょうか。まず要望を最初から否定しないんです。嫌な声出さないんです。いやー、それは、とか絶対言う。まず、わかりましたと受け入れるんです。何を言ったかをわかりましたと受け入れる。できない場合は必ず代替案か、それでもできない場合は申し訳なさそうに伝えられるいいんです。断り方もそうです。例えばうちが対応してないエリアだ。もういっぱいな日にちどうしても受けれないってなった時に、ここからここの引っ越しで何月何日って言われた時に、大変申し訳ございません。その日はもう満車になっておりまして、お客様のお引っ越しを受け付けることできません。ふざけんなと。違うんだと。大変申し訳ございません。その日はもう満車になっておりまして、どんな条件でも承ることができます。本当に申し訳ございませんと。せっかく弊社選んでご連絡いただいたのに、ご期待じゃなくて本当に申し訳ございません。こう言うよ。で、なんなら違う日はどうですかって。もしくは、弊社が今拡大中ですんで、そのエリアに支店を作るため頑張りますんで、その時はぜひよろしくお願いします。断り方もすごい言います。僕は断り方結構うるさい。今、でもそれを聞いて、やっぱり前者と後者で、お客さんの気持ちとしてなんか聞いたら全然違います。ちょっとじゃあタイミングがあった時で連絡してみようと思うのか、二度とここには頼まないと、で、多分違うと思うので、すごいなと思いました。それも全部設定しておけばいいんです。とにかく何か言われても、ちゃんと話を聞いて、言いたいことはこういうことですね。わかりましたっていう癖を練習。必ずできないことでも代替案を言うという選択肢で、それでも何も見つからなかったら、とっても申し訳なさそうにお断りする練習をする。こうやってパターンを決めといて、それを練習するだけですよ。できないとかやらないのは、練習しないってやる気がないんです。いいわけです。保留も基本的にうちは15秒以上絶対保留するんだと本来言っていて、なかなか守れない子が多いんですけど、究極の時はストップウォッチを貸してますよね。最初から15秒以上待たせるような保留だったら必ず折り返しにしろっていう一応教育をするんですよ。とにかく保留は1秒を保留したら受注率 1% 減ると思えって言うんですよ。待たせるストレスだ。なるべく保留をしないためにはどうするか。そしたら知識を勉強しておく。いつでも出せるように対応策を考えておく。で、まずしなさい。保留をした時も確認することがあるわけですけど、簡潔に答えが返ってくるような質問力を身につけさせる。聞き方を考えなさいと。ですから保留をなるべく少なくする。保留秒数を少なくする。で、保留秒数15秒以上いってしまいそうな時は折り返しにする。こうやって決めておけば、どういう質問が来るパターンがあってなったら、自分で考えて分類できるわけですね。瞬時に判断できるようになるんですよ。こういうパターンの質問が来た時は、もう保留しない。私はこれを勉強したから。保留する時は、これは聞かなきゃいけないことだから保留する。でも、質問の仕方こうする。上司とか管理者に対しての質問の仕方こうする。15秒以上かかりそうな折り返しって大体こういうパターンだから、これを言われた瞬間にすぐ折り返しにする。こうやって決めておけばそんな難しいことです。で、必ずあとは折り返しにする時はいつまでに折り返すのかを必ず伝えなさい。わかんないですよと。あの人すぐ連絡取れるかわかんないんでって言ったら、じゃあその決めろと。15分以内に折り返します。30分以内に折り返します。誰宛てに電話が来た時、こういうパターンの時は何分以内っていうか決めとけ。大体統計的に何分以内で返せるか。もし何分以内に折り返せなかったら自分でもう一回謝って電話しろと。こういう事情で折り返しの時間内に間に合わそうなので、
お詫びの電話と、改めてちょっと時間の期限をご連絡しましたって電話すればいい。それもやらずに、やりたくないから、折り返しますって言って時間言わない方が悪だと。相手からしたら悪ですよ。こんな4要素言ってますよね。ちょっと話ずれましたけど、とにかくは、なんか難しいこと考えず電話応対は、トーンを上げて、明るくハキハキと元気よく出ればいいです。特に若い人はそうですね。若くて元気いいよねって許されるんですよ。分からない時あった時に、あーとかって言ってるよりも、すいません、今、私入ったばかりで分かりません。申し訳ございません。すぐ確認いたしますって言った方が印象良いです。60代でそれだけだとちょっと、こいつバカかと思って、ちょっと苦しくなりますけど、20代では全然大丈夫ですよ。新卒で入って、最初何も分かんない時にも、まず元気よく電話に出れば、よし。森社長、本日はありがとうございました。改めて電話対応の極意をまとめていただければと思います。とにかく明るく元気にハキハキと声のトーンを上げて出るということがまず一歩目だと思います。いろんなテクニックもありますけど、まずはそこから、それがないとやっぱり全部無に返すかなと思いますので、一生懸命練習してもらえればなと思います。このチャンネルでは現場の様子、研修、イベント、ビジネスに役立ちそうなスキルなど様々な情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの動画にもいいねをいただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。